どうも、まるチャンネルです。今回はウィンドサーフィンの始め方第一歩として体験スクールを予約しようというテーマでお話ししていきます。僕も5年前にウィンドサーフィンを始めたのですが、何から始めたらよいのかと少し悩みました。そんな僕自身の経験をもとに、これからウィンドサーフィンを始めたいと考えている方へ向けてこの動画を作成しました。この動画を1本見ることで、ウィンドサーフィンを始めるための第一歩として一番最初に何をすればよいのかがわかります。僕自身の体験談を交えた上で説明したいと思います。ウィンドサーフィンに興味がある方やマリンスポーツを始めてみたい方、どんな方でもまだまだ決して遅くはありません。マリンスポーツを始めるには今が一番良い季節です。海水温は10月初旬頃まで暖かいので、このお盆休みや夏季休暇中、まさに今始めるのがおすすめです。それでは早速説明していきます。ウィンドサーフィンを初めて体験するなら、まずはウィンドサーフィンショップが提供する体験スクールに参加することをお勧めします。その理由は3つあります。1つ目はプロのインストラクターが教えてくれる点です。プロのインストラクターが初心者でも安心して楽しめるように指導してくれるからです。インストラクターは数多くの初心者に教えてきたプロフェッショナルです。あなたのペースに合わせて進めてくれるので安心です。もちろんショップの当たり外れはありますが、僕が実際に参加したおすすめの体験スクールは後ほど紹介します。実は僕はいろんなショップの体験スクールに合計4回も参加しました。自分に合ったウィンドサーフィン環境を探すためで、その甲斐あってここまで上達することができました。2つ目は体験スクールでは初心者にぴったりの道具を使える点です。ウィンドサーフィンを始めてみようと第一歩を踏み出す方は、まだ道具を購入する必要はありません。むしろボードやセールなどウィンドサーフィン専用の道具は購入してはいけません。もし周りの人やウィンドサーフィンショップでいきなりボードなどの購入を勧めてくるようなら、その人やそのショップは信用できないかもしれません。ウィンドサーフィンの道具は初心者、初級者、中級者、上級者で大きく異なります。初心者に道具の購入を勧めてくるのは、車の運転免許もないのに車の購入を勧めてくるようなものです。もしくは教習所にある助手席でブレーキを踏める教習用の車の購入を勧めてくるようなものです。体験スクールでは初心者に最適なサイズやデザインの道具を提供してくれるため、自分で道具を揃える必要はありません。上達してから自分に合った道具を揃えれば良いと思います。この道具の点ではどこのショップでも初心者に最適な道具を提供してくれると思います。3つ目は万が一の時も安心な点です。ウィンドサーフィンは自然の中で行うスポーツですので、万が一のことが起きるかもしれません。インストラクターがいることで、この万が一の時も安心です。緊急時の対応や安全対策もしっかりとサポートしてくれます。以上が体験スクールをおすすめする理由でした。では早速体験スクールを探してみましょう。まず首都圏でウィンドサーフィンが体験できるメジャーなビーチを3つ紹介します。1つ目のビーチは神奈川県横須賀市の津久井浜です。毎年 ANA ウィンドサーフィンワールドカップが開催されており、風のコンディションが良いのが特徴です。今年も11月8日から12日まで開催されます。ちなみに津久井浜の隣にある神奈川県三浦市の三浦海岸も良いゲレンデです。2つ目のビーチは神奈川県逗子市の逗子海岸です。神
海水浴やさまざまなマリンスポーツができる場所で、人もショップも多く有名な場所です。3つ目のビーチは千葉県千葉市のケミ川浜です。駅からは少し離れていますが、バスも定期的に出ており、稲毛ヨットハーバー、駐車場などの施設が充実しています。紹介した3つのビーチが首都圏でウィンドサーフィンできるメジャーなビーチになります。それでは体験スクールを探していきましょう。インターネットで体験スクールを探すには、遊びゅうやアクティビティジャパンなどアクティビティ予約サイトが便利です。僕が実際に利用した遊びゅうで手順を説明していきましょう。まずスマホやパソコンのウェブブラウザを開いて遊びゅうで検索してみましょう。上位に表示されるこのサイトをクリックします。ではトップ画面から検索していきましょう。まず行きたい地域を選択しましょう。次にウィンドサーフィンと入力して出てきたスポーツを選択し、検索ボタンをクリックしましょう。するとこのように半日体験や1日体験スクールを提供しているショップが一覧で表示されます。この中からどれか気に入ったショップの体験スクールを選びましょう。もう決まりましたか？私の場合、ショップのホームページも確認して決めました。気になるショップを見つけたら日程を選択して実際に予約してみましょう。開始時間や参加人数を入力し、予約に進むボタンをクリックします。予約する際、会員登録しておくとまた利用するときに便利ですが、会員登録しなくても予約できます。必要事項を入力し終わったら、予約内容を確認するをクリックして予約を進めましょう。予約後、ショップから確認のメッセージが届き、数回やり取りすることで予約が確定します。実際のやり取りはこのサイトからできますし、登録したメールアドレスにも通知が来ますので、お見逃しなく。おめでとうございます。これで新しい体験への第一歩を踏み出せますね。最後に僕が実際に参加した体験スクールで一押しのショップを紹介しておきます。ぜひ参考にしてみてください。一押しのショップはすでにご存知かとは思いますが、シャローリーフです。ポイントは少人数制スクールで風やビーチの環境が一番良かったところです。少人数スクールのため一人一人へしっかりと教えてくれます。何よりもウィンドサーフィンを続けていく上でとても重要な要素である風の方向、強さ、吹く頻度、ビーチの近さ、環境が一番良かったです。このあたりは人それぞれかと思いますので、参考程度に聞き流していただければと思います。ここまでおすすめしておいて申し訳ないのですが、残念ながら一番おすすめのショップは現在遊び湯や他の予約サイトからは予約を受けていないそうです。もし私と同じように津久井浜のシャローリーフで体験スクールを予約したい場合は、直接お店へ電話するかメールすることで体験スクールを予約できるとのことです。お店のホームページはこちらです。
ということで今回はウィンドサーフィンの始め方第一歩として体験スクールを予約する方法を説明しました。次回はウィンドサーフィンの始め方第2歩目として体験スクールへ参加しようというテーマでお話ししていきます。これからウィンドサーフィンを始めたいと思っている方はぜひこの動画を参考にして初めての体験を楽しんでください。次回の動画を見逃さないようにチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは津久井浜でお会いしましょう。